はい、どうも、しゅんです。今回はですね、スカムのね、大型のアップデートが来ましたということで、スカムバージョン1.2のね、アップデートが来ましたということで、変更点をね、ちょっと紹介していきたいなと思いますということで、今回のね、大まかなアップデートとしては、インベントリのリワークが行われましたというのと、あとは NPC のアップグレードが行われました。で、スクワットのエンブレムについてのいろいろな機能が追加されたのと、あとはダウンロードコンテンツもね、追加されておりまして、で、あとは新しい車両、そして新しいアイテム、そしてプレイセーフ ID の実験的な導入、あとはまあ大量のね、バグフィックスということで、バグの修正が行われましたということでね、今からちょっと見ていきたいなと思います。はい、ということでね、まずはインベントリのリワークということで、新しくなった UI ということでね、直感的に操作ができるようになりましたということで、はい。最初は違和感があるかもしれませんが、すぐにその理由がわかるでしょうという感じで書いております。全体的にちょっと大きくなったようなイメージですね。で、以前はここにこう、アイテム、ポンポンポンって放り込むと切れたりしてたんですが、ここにこう、放り込むところがこう、できておりまして、ここに入れると、カバンを背負ったりができると。うん。以前よりもね、ちょっと大きくなってるんで、全体を見渡すのがちょっと見えづらくはなってますが、その分ね、直感的に操作ができるようになってるっていうことでね、はい、見ていきたいと思います。まずはね、手のスロットが上部に来ましたということで、この部分ですね。点に持ってるアイテムがここにね、移動しましたということで、以前はこの右下にあったんですよ。で、例えばここのアイテムを手に持ちますと。で、これを地面に置きました。じゃあ地面からすぐ手に移動ができるということで、スムーズに地面のアイテムを持つことができるようになったと。はい。で、インベントリの中身を直接結合、分割できるようになったということでですね。こういうチェストとかね、こういうものの中に入っているものを直接アイテムの中身を出したりとかできるということで、こういうね、釘とかもね、1本ずつ出したりできるようになったんですけど、こういうものの中身をね、こういう感じで、1本だったら1本とかってこう出してね、直接出したりとかができるようになったという、そういうことを書いております。で、これをそのままこの中に入れることもできると。うん。だいぶ便利になったということで。はい。で、インベントリに空きスペースがない場合は、新しいスタックが地面にドロップされるということで、外にね、出るようになりましたと。いっぱいの状態になった場合はね。あと、クラフトアイテムがね、スタックできるようになりましたということで、ロープや火薬などっていうことで、ロープとか火薬などそういったアイテムをスタックできるアイテムがかなり増えております。はい。で、衣類を除くチェストやワードロープなどのインベントリスペースに検索オプションが追加されましたということで、ここに検索オプションが追加されてまして、ここにアイテム名を入れると出てくるということで、わかりやすくなっております。で、フィルターの機能もね、追加されておりまして、この中でね。例えばこういう風に、こういうものが入ってたとしたら、で武器だったり素材だったりっていうので、例えばこういう感じにすると、武器っていうフィルターにすると消えたり、建築素材とか、こういう風にね、食べ物とかのフィルターをするとこういう風にね、ブラックアウトするというので分かりやすくなっているということで、フィルター機能が追加されている。だいぶね、便利になっております。あとはですね、先ほどもやりました、こういった釘の箱をね、一気にこう中身を全て出すこともできるようになりました。で、ここからね、数量を自分でこう決めて出すことができるようになったということで、1本だったら1本、6本だったら6本とかね、こういう感じで4本だったら4本という出すことができるようになりました。で、これをまたね、戻すこともできるようになったんですよ。これはかなりね、便利ではあります。で、こういった箱のタイプっていうのは、すべて中身を出し切ってしまうと、箱が消滅してしまうということで、これはね、覚えておくといいのかなと思います。で、それはこういうボディピンとか、弾とかね、こういう弾薬系も同じです。これ、中身をね、
一発二発こういう感じで出すと、こう26ってなったんですけど、これまた戻すときはここにずっと入れるだけなんです。すごい便利なんですよね。うん。ただ全て出し切ってしまうと、箱がね、なくなってしまうんで。はい。これ覚えておいてください。で、例えばこのアイテムをですね、適当にこう、バラバラになってるこういうアイテムをですね、拾うとですね、今までは1個ずつこう、インベントリの中に入ってたのが自動でね、スタックするようになりましたということで、最大値まで。これもね、だいぶ便利なんですよ。で、あとはですね、アイテムをインベントリに入れたときに、この向きが合わなくて入らなかったものが自動でローテーションするようになりましたということで、コントロールを押しながらね、マウスのスクロールでこういう感じでローテーションするっていうコマンドがあるんですけど、そういうのを使わなくても自動で入ってくれるようになりました。これも便利ですね。で、あとは、この車両とかのこのインベントリなんですけど、以前はね、拡張インベントリを買うと、この車両本体と別に拡張されたインベントリがこう2つ表示されてたんですけど、そうではなく、こういう感じで開くと、この上のところにね、拡張のインベントリも出るようになったということで、統合されました。独立ではなくてね。はい。で、このね、インベントリのリワークによって何が起きるかというと、このアップデートによって大幅なね、最適化が期待できますということで、主にこのネットワークのね、負荷に関して大幅な速度向上が実現すると。で、チェストとかコンテナ関連で発生していたラグがね、噛んでしまった。が軽減されますということで。場合によってはサーバー自体にも負荷軽減のね、恩恵があるんじゃないかということで、今後、自動並べ替えオプションとか、さらに多くの機能を追加する予定ですということで、アップデート内容でございました。はい。ではですね、次、NPC のね、アップグレードに関してなんですが、一旦まだちょっとここ NPC は今出さずにね、画像だけですがちょっと出して、後で NPC のね、ちょっと挙動を見ていきたいなと思うんですが、ざっと変更点をちょっとね、読んでいきたいと思います。NPC の大幅な改善を行いましたと。で、武装している NPC のね、挙動と出現方法がアップグレードされましたということで、出現に関しては、遭遇する方法と場所のバランス調整を行いました。ぽい。ぽいっていうのはね、こういう場所とか、マップでいう、こういう村だったりとか、こう軍事施設だったりとかね、こういう場所ね、ぽいって言うんですけど、そういうものの難易度に応じて、遭遇する武装 NPC のレベルが変わりますということで、その辺の普通の村でサブマシンガンを持った NPC とかに襲われる心配はもうなくなりましたというふうに書いてあります。はい。あと、NPC の武器のドロップ率が 100% に引き上げられましたということで、その NPC を倒せば武器と弾薬が手に入ります。なんで武装 NPC を倒せばね、その NPC が持ってた武器と弾薬が手に入るっていうことで、だいぶね、倒しがいが出たんじゃないかと思います。リアルであれば当然という、なんで持ってた武器を回収できないのかというぐらいのもんではあるんですが、そうなりましたということで。はい。あとは、武装 NPC の AI の挙動に関しての変更が行われました。NPC が交戦状態になると、後退したり横に移動したりとかしてね、再び攻撃を行ったりとか、車線を崩すような新たな戦術を駆使するようになったということで、なかなか NPC がちょっと強くなりましたということでございます。1.1 のね、アップデートの時点でね、ショットガン持った NPC とかだと生身の状態で食らうと一撃で死んだりとかね、ちょっと強くはなってたんで、そこにまた戦術が追加されたとなると、だいぶ強敵になってるんではないでしょうか。はい。その辺はまた後でちょっと見てみたいなと思います。で、また、車線上に NPC のね、味方がいる場合は、その NPC は攻撃を控えて、味方が動くのを待つか自ら移動して、再び攻撃を始めますということで、動きにもね、新たな動きが追加されているということで、非戦闘時には新たな待機モーションが多数追加され、島での NPC の活動が生き生きとした形になるということで、まさにね、生き生きした NPC になっているということで、この辺もちょっと楽しみではあります。ということで NPC 関連でそのまま続きなんですが、パペッ
トに関してもアップグレードがありますと。パペットの足にダメージを与えると、足をね、こう引きずるような動きでこう鈍くなりますということで、だいぶね、リアルな感じの動きになります。うん。大軍とかが来た時にやっぱり足を打ったりとかして時間稼ぎすることで生存率が上がるということで、また戦術がね、変わってくるんじゃないかということで。はい。で、もう一点、パペットに新しいタイプのパペットが追加されます。戦利品パペットということで、ルートパペットと呼ばれてるんですけど、特殊なパペットで、このパペットを見つけるとね、逃げようとします。これまた後でちょっとね、見てみたいんですが、これは非常にレアですが、もしも倒せれば、バックパックを背負ってるパペットなんですけど、そのバックパックの中にある貴重な戦利品を手に入れることができるということで、これちょっと楽しみですよね。じゃあこのままちょっと続きでいきたいと思います。スクワットエンブレムというものがね、強化されましたということで、スクワットのね、色をちょっと出していくということで、アピールする機能を追加したということで、壁にエンブレムを貼ったりだったり、その辺にね、スクワットの旗を立てたりとかね、あとは一部の服にエンブレムのパッチをね、貼り付けることができるようになったということで、これはね、楽しみでもあります。と同時にダウンロードコンテンツも発売されまして、僕も一応買ったんですが、ダウンロードコンテンツを買うことによって、エンブレムのね、種類も少し増えるということで、はい。今、現状、このちょっとスクワット試しで作ってみたんですが、ちょっと若干日本っぽい感じにしてますが、ここのエンブレムの、ここの部分で、パターンが倍ぐらい増えてるのかな。こっちのパターンと、こっち側のパターンもね、シンボルの方も、うん。このぐらいまでだったのが、結構、ガーッとまた多くなってるのかな。いくつか。うん。だいぶ増えているということで、こうやって見ると。はい。これダウンロードコンテンツでございます。この辺はね、いろいろこうエンブレム追加したいなという人はぜひ買ってみてくださいということで。はい。ということで、じゃあ続きまして、新しいね、車両の追加が行われております。はい。で、ここに見えてるね、サイドカーバイクというこれですね。サイドカーがついたバイクで。これ一応3人乗りです。で、これ乗ると、こういう形で、後ろにも移動できて、今この右側にちょっと出てるんですけど、F1、F2、F3 という感じで、押すとね、後ろに移動することができます。はい。乗りながらもね、移動できるということで、もう試してみたんですがね。うん。乗ってみた感じは、バギーより少し遅いのかなっていうぐらいの、ちょっと扱いにくい感じではありました。はい。一応ね、ここにマシンガンを装着することができるということで、ここのサイドカーのね、ここの部分にね、装着することができます。こういう感じでね、M249 とかのこういうマシンガン系のアイテムをここに合わせると、こういう感じで装着することができるということで。で、ここにサイドカーに乗ってる人は撃つことができますということでね。F を押すと、ユース。ここにね、座りまして、ある程度左右、上下、狙いを定めることができるということで、定めて、前方に関しては結構撃てるのかな。はい。そんな感じのものになってます。収納スペースがね、もともと存在してて、こういう感じで。これプラス、一応画像の方で出してるんですけど、小型の拡張インベントリーが3つ付けれます。このサイドとか、この後ろの部分とかに付けることができます。で、中型の拡張インベントリーも1つ付けれて、プラススペアのタイヤを搭載することができるということで。うん。だいぶ荷物をね、持っていろいろ運ぶことはできるんで、3人で移動できるというのは結構ね、いいのかなというふうには思いますが、ただ乗ってみたところ、山道とかはちょっと厳しいかなという感じでした。坂道とかでね、ちょっと挙動がおかしかったり、曲がれなくなったりするんですよね。まっすぐ進んでて、なんか傾斜のあるところではなんかハンドルが効かないとかがあるんで、あまりこうスピードが出ないということで、助走をしっかりつけてないと、坂道をね、こう、登っていくことはできなかったんで、逆にこのね、おそらく修正されると思うんですが、ここのプッシュをして、
このまま押していくとですね、現状、スタミナが減らないという状況になっております。試したところ。今見たら減ってないと思うんですけど、これがね、思ったよりめちゃくちゃ力あって、その辺の坂道とかもガンガン上がっていくんで、坂道で行き詰まればそういう形で使えばいいのかなというふうにね。まあ、あとはこう、軍事施設とか、そういうとこに近づくときは、手前でね、音が聞こえないあたりでエンジンを切って、手で押して走っていくというのが安全なのかなというふうに思っておりますということで、その辺も知っておいてもらえたらいいのかなと思います。はい。ということで、じゃあ次の車両もう一つね、追加されてます。ディンギーっていうね、まあ、昔あったゴムボートですね。ゴムボートが復活したということで。で、アップグレードされて復活したということで、これがね、ゴムボートでございます。はい。このアップグレードというのが、この空気でね、膨らませることができるようになりましたということで。で、これで持ち運びができるようになりました。で、これをね、ちょっと重たいんですけど、手に持つと。これ、重さ35キロあるんで、ちょっと重たいんですが、これを持って持ち運びができるようになってます。これ入るのかなこの中とかには。ギリギリ入るぐらいのこの大きさでございます。このゴムボートは。なんで、まあ、これを持って、で、これだけでは膨らますことができないんで、ここにある、このエアポンプ、空気入れを持ってですね、水辺が近いところじゃないと膨らますことはできないというふうに書いてたんで、まあ、こういう水辺に近づくとですね、地面に置こうとするとゴムボートの形が出るので、こういう感じで置きますと。で、ここね、右クリックするとここにね、空気入れるのが出てくるんで、こうやって入れると、スコ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 とこういう感じで膨らましていって、で、ゴムボートがポンとこう、一瞬消えるんですけど、ポンとこう現れる形になります。はい。一瞬ちょっと消えましたが、これで現れましたと。うん。でもこの空気を入れて膨らますのはこの水辺じゃないとできないということで、事故がね、起きないようにということで。これも乗るとまた昔と同じような感じで、ゴムボートですね。で、割と大きい変更として、すべてのボートの操作方法が変わりました。今まではね、このままエンジンかけてスーッといけたんですけど、スロットルがね、マウスのスクロールに変更されてます。マウスのスクロールを押すと進むという感じで。割とだから、細やかな速度変更ができるようになりました。飛行機みたいなイメージで。やっぱりもともとね、小回りの利くゴムボートだったんで、こういう感じでね、昔から知ってる人からすると、だいぶ懐かしい乗り物になるんじゃないかということで、この辺もまた新しいレイドだったりとか戦術がね、変わってくるんではないかというふうに思っております。はい。ということで、一旦乗り物は終わりかな。じゃあ次はですね、ニューアイテムが追加されましたということで、まずは、このトミーガンですね。これ。このトミーガンなんですが、まあこれちょっと期待のアイテムということで、手に持ってみますと、こういった形のアイテムでございます。トミーガン。で、弾は 45mm。この運費とかで使う 45mm の弾を使います。で、マガジンは専用のマガジン。これが50発入るということで、このね、50発を装填して、いろいろこのサイト何がつくのか見てみたらですね、これリスとかはつかないんですよね。で、ショートのこのレールのみがつくということで、Mac10 と同じ仕様です。こういう感じでこれをつけると、一応サイトはつきますということで、このね、マガジンがね、めっちゃちっこいんですよ。多分修正されるとは思いますけど、こんなちっこいのおかしいので、1マスしかないという。はい。ということで、これちょっと打ってみるとね、連射のタイプは、今現状、フルオート。変えると、単発。単発とフルオート。この2種類があるということで、フルオートちょっと打ってみたいと思います。跳ねる具合がね、なかなか最初は分かりづらいと思うんで、これぐらいの、レートとしてはそこまでめちゃくちゃ速いというわけではないと思うんですが、そこまででもね、上に上がるっていう感じでもないんですよ。左右にちょっとだけ揺れるかなっていう。かなりね、これ使いやすくて、だいぶね、一点集中で多分止めると、あそこの岩に止めて当てようとすると、結構しっかり弾をまとめれるっていう。で、それなりにレートが速いということでね。
予備マグということで、予備マグを大量に持ってるということでね。まあ、今までその、貴重な武器は使わずに物資探索行ったりとかするときっていうのは、運費を持って、弾がね、やっぱり4号の弾っていうのは大量に集まってくるんで、まあ、いらない武器筆頭ということでね、持って行ったりしてたんですが、これがトミーガンに変わっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、トミーガン。これちょっと期待のね、アイテムでした。で、もう一つ追加されたのが、これサバイバルナイフですね。このミリタリーサバイバルナイフっていうこのアイテムなんですけど、これがですね、これがめちゃくちゃいいっていうことで、これ、実はですね、これ、コンパスと火打ち石がついてるということで、これ1本持っておくと、もうコンパスと、ライターとかがいらんということで、TNT とか貼り付けたりする時にもね、もう持っとけばそれで十分なんで、これを持ってるだけでね。で、今、僕がこうフォーカスモードにすると、この方角が今わからないんですが、ナイフをね、手に持つじゃないですか。そうすると、今方角が見えるようになりましたということで、上にね、コンバットブーツとかのね、足に1本入れておくと、もう十分これで役に立つということで。TNT、ちょっと投げてみますか。今 TNT をちょっと出しました。TNT ね、ここにイグナイト、ここ着火できるっていうことで。今、何も持ってないんですけど、ライターとかそういったものは、ここに、ね、ライターと同じ機能を持ったナイフを持ってるということで、これをつけたらね、もうここで、じーっといって。ちょっと向こう投げときます。危ないんでね。はい。ああいう感じで、すぐに火をつけて投げれるという、この、だいぶね、このナイフはもうみんな常に持つようになるんじゃないかなと思ってます。はい。これが追加された。で、残りはですね、今ね、このキャラがね、着ております、服。うん。この服ですね。この胸がはだけたような、けしからん服。まあ何色もね、あるということで、このタイプの服と、あとはスカートがもう一種類。で、この、下に履いてるのがね、一応ストッキングという感じで書いてますが、これもいろんな種類、ちょっとガーダーっぽいような、ガーダーというか、まあそういうっぽいものがあるということ。これ脱ぐとどうなんだ、こんな感じにございます。サービスショット。うん。まあ、これがね、追加されましたということで。こういうけしからんもんを多分追加するから女性プレイヤーが増えないんだろうな。うん。まあ、でももういいのか増えなくても。男性プレイヤー楽しんだ方がいいのか。わからんが。まあそういうものがね、増えましたということで。これはね、画像でね、貼っときますんで。そういうものが増えましたということで。残りはですね、プレイセーフ ID のね、実験的な追加ということで。まあ、実験的に、試験的にね、いくつかのサーバーに導入してみるということが書いてました。あとは大量のね、バグ修正が行われていますということで、はい。一旦まあこんな感じですが、ざっとね、アップデート、内容をちょっと見ていきました。まあちょっと、ここからですね、NPC をちょっと出してみて、その NPC の挙動と、あとは、ゾンビですね。ゾンビの挙動とかちょっと見ていきたいと思います。はい、ということでね、じゃあちょっとゾンビね、1体出してみたいと思います。で、ゾンビが追いかけてきて、一旦足を打ってみるので、足を打って、まあ、ゾンビのその挙動ですね。ちょっと一回見てみましょうか。まず1体出してみます。まあ、ゾンビこういう感じで1体現れまして。まあ、通常であればこういう感じで、発覚するとね、こういう感じで追いかけてきたりするんですが、ああいう感じで多分走ってくると思うんですね。走ってきたらこれ、足を打つと、こういう感じで足をこう引きずるようになるということで。はい。一応多分、モーション的には左足とか右足とかないとは思うんですよ。で、一定の時間が経つと、復活してまた来るっていうことなんで、まあ、その間に殺すのか、一旦距離を取るのかという感じになりそうっていう感じですね。はい。次はですね、レアなゾンビというのをね、ちょっと出してみたいと思います。はい、ということでね、そのレアなゾンビを出したいと思うんですが、一応、コンソール見てるとですね、ルートゾンビっていうのがスキニータイプしかいないということで、ガリのね、ゾンビでしか多分ルートのゾンビはいないです。ルートっていうのがね、レアゾンビなんですが、ちょっと一回出しましょうか。ポン。という、こんな感じで
バックパックを持った状態でいるらしく、発覚すると逃げるらしいんですよ。普通は追いかけてくるんですよ。ああいう感じで逃げるんで、逃がさずに殺しますと。殺すと、すごい速度で逃げていくので、あ、報道が起きてしまったな。ちょっと一回報道起きてしまったんで、一旦処理します。一旦ちょっと処理しまして。で、これがですね、ルートゾンビが落としたですね、このバックパックということで、耐久も100% の状態で落ちるみたいですね。で、こうやって見ると、中に武器一式が入っていると。この、何が入ってるかっていうのは多分おそらくランダムなのかな。で、この辺はサーバーの設定でいじれるというふうなこと書いてたんで、サバカンさんが中身はいじったりできるということでね。もう一人出してみて、一回殺してみて、で、これが何持ってるかわからないですけど、この辺ちょっとこう、漁ってみると、また違うものが出てくるのかな。結構やっぱ、報道というか、起きやすくなってるのかな。それからトミーガンが銃声が少し大きいのかもしれないね。ということでですね、中見たいと思います。こういう感じで、ランダムでね、武器セットがあるということで、どれぐらいの確率でこのルートゾンビが出るのかというのはわからないですが、おそらくサーバーの設定でできるのかな。はい。なんかそんな感じなんだと思います。というのがこの新しい追加されたゾンビでございました。ゾンビが足を引きずるようになったのと、このルートゾンビというのが新しい変更点。ということで次ね、ちょっと NPC 出してみたいと思います。ちょっと防弾チョッキを着ましてね。今 NPC がかなり強くなってしまっているので、どれぐらいの感じで来るかがちょっと僕も読めないです。ショットガンとかだと一撃で死んだりもするので、検証にならない可能性が出てきてしまうんで、こういうちょっと遮蔽とかに隠れた状態から一回やってみましょうか。ということで、まずはね、ドリフターのレベル3ぐらいから一回出してみたいと思います。どれぐらいのね、動きに差があるのか。1一回出してみるか。1でどれぐらいになるのか。まず1出してみました。1はこれで発覚するとこういう感じで動いて近づいたりするのか。やっぱり銃持ってるタイプの NPC のみかもしれないですね。この感じは。うん。銃を持ってる NPC からちょっと動きが変わるのかな。それから建物とかがないとそういう動きにならないのかわかりませんが。じゃあ3ぐらいをちょっと出します。この辺からちょっとある程度。詰めてきたり、横に逃げたりとかするっていうのはちょっとなかなかこの位置で分かりづらいですが。追いかけたり、おーっと。割と、ちょっと分かりづらい感じでしたね。一応フェニあるんで、ちょっと打っときます。強いタイプの NPC だったらもっとなんかなるのかな。どうなんだろうな。ちょっとこの辺の上から出してみて、どういう感じで行動するのか一回見てみます。レベル5一回出してみますね。下に多分出ると思うんで。ガンガン詰めてくる感じ。なんか詰めてくる感じだけどね。ただ、なんか詰めてくるという感じなのかな。うん。一応映像でね、見てると、後ろに下がったり、左右で逃げたりとかっていう感じということなんですが、どうなんだろうね。もう一人ぐらい出してみるか。結構距離を、やべ。次のに一発死ぬな。死んだのかな。死んだ。うん。割とね、攻撃力が高くなってるんで、防弾チョッキ着てても一撃で結構死ぬレベルのダメージ与えてくるっていうことで。C4 か。C3。
C4、C3 を受けてるということで、前にね、あったその、突き抜けて、手とか体とか、複数の箇所に当たるという風に、1.1 でね、変更されてるんで、だいぶちょっと強くなってるのかな。NPC が持ってた武器っていうのを 100% 落とすって書いてたけど、100% 落とさないね。どうなってるんだ？一応アップデートの内容としては、その NPC が持っていた武器を 100% 落とすように変更されましたって書いてましたが、さっきちょっとこの上に切ってた、これは何持ってる？ M1 ライフルかな？一応 M1 ライフル落としますね。アイテムとクリップと。となると、さっきの NPC は、アイテムがちょっとどっかに挟まってしまって出なかったっぽいですね。一回もう一人ここに出してみて、こいつを殺してみたらわかるかな。この持ってるのはアスバル持っているので、これで出すのであれば、あら、本体はやっぱ出ないぞ。本体が出るときと出ないときがあるっぽい。一応アップデートの情報では 100% 出ると書いてましたが、どれぐらいの確率なのか。出るアイテムと出ないアイテムがあるのか。M1891。運ピーを手に持っております。どこかにめり込んだりとかするのかな。黒ドラとかも結構落とすみたいですね。レベル5とかになってくるとさすがに。割と貴重なアイテムを落とすっぽいですが。やっぱり、いや、ちょっと待ってよ。直に落としてて、ここ出てるな。でも、ここでは出てないのか。ちょっと傾斜があるところだと、めり込んで出ない可能性があるっぽいですね。おそらく。これはアスバルを持てんのかな。やっぱりアスバルが出ない可能性が結構あるのかな。ゾンビに対してどういう反応するんだろうね。ちょっと見たかったけど。今ゾンビに対して動き下がったりしてましたね。こういう動きをするんでしょうね。下がりながら撃ったりとか。手榴弾を落としたりするんだな。なるほど。100% 落とすというのは、どうやら、今見てる感じ違うようですね。アスバルに関しては落とさないのかな。それ以外はほぼ落としてる感じはします。アスバルを持ってる NPC の時のみ 100% の確率では落としてないんで、多分ね。いや、アスバルに限らずか。なるほど。落とす確率は上がってますが、100% ではないですね。今確認したところ。一応 NPC の挙動としては、新たなね、戦略でこう動くようなのは見れました。ただ、武器を 100% 落とすかどうかに関しては、100% ではないと。現状ね。この辺もしかしたら修正入るのかもしれません。はい。ということで、一応、これで今回のね、アップデートの確認は終わりたいと思います。ということで皆様、本日はご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さらば